身構えている時には、市場の死神は来ないものだ。やあみんな、トニー・ストックの米国株投資の時間だ。この番組では、アメリカ市場のリアルな空気感を同志である君たちに分かりやすく伝えていく。今回は日本時間で2025年8月28日木曜日午前5時頃に決算が発表される NVIDIA 株を決算の前に今買うべきか、それとも様子見するべきか、この大きな問題について最新情報を総動員して解き明かしていく。セクション1、NVIDIA の前況。まずは数字だ。Q1 売上は441億ドル、Q2 予想は460億ドル、Q3 は525億ドルとされ、依然として前年比プラス 50% 超えの成長が続く。フリーキャッシュフローは年間算で1000億ドル。アップルに迫り、年末にはマグニフィセント7最大のキャッシュモンスターとなる可能性すらある。株価は決算前に178ドル付近。株価が将来利益に対して割高か割安かを測るフォワード PER は約36倍で過去5年平均と同じ水準。割高というよりフェアバリューとの声が多い。セクション2、半導体市場の偏り。半導体セクター全体を見ても牽引しているのはごく一握り。ソックス指数を同ウェイトで見れば、実は2021年と同じ水準にとどまっている。つまり、ほぼ NVIDIA 一社坂が島買い市場全体を引っ張っているのだ。将来の変動予想をしますオプション市場を除けば、決算後に株価が 6% 動くと織り込まれている。これは過去8四半期の平均と一致。オプション市場では強気化が多くて、決算後に株価が185ドルを突破するのを見ている投資家が多い。強気化は深く考えずに長期でホールドすべきといい、ウェッドバッシャは目標株価を175ドルから210ドルに引き上げた。一方で慎重派が満員連射だ。決算前にはポジションを絞りヘッジすべきと警鐘を鳴らしている。セクション3、AI 需要とキャッシュフロー。AI インフラ投資は歴史的水準だ。マイクロソフト、アマゾン、グーグル、メタがそれぞれ AI に1000億ドル規模を投じる見通し。直近四半期でも業界全体の設備開発キャペックスは800億ドルから1000億ドルに急増した。その矛先の多くが NVIDIA の GPU に注がれている。その結果が1000億ドル規模のフリーキャッシュフロー。投資家は決算で必ず問うのはこの現金をどう使うか。自社株買いか買収か新たなデータセンター戦略か。ジェンセンファン CEO の答えに注目だ。セクション4、中国リスク。ここで避けて通れないのが中国だ。報道によると中国向け H20 チップの生産は停止、70万個が有給在庫となっている。売上比率も3年間で 26% から 13% に半減。米国規制と中国の自立志向の板挟みが。さらに中国は自前の AI エコシステムを早める。オープンソース AI ランキング上位20のうち16が中国企業。推論段階では、ホーウェイのチップに置き換わる動きもある。トレーニングは NVIDIA で、推論は中国製という構図になれば、NVIDIA の収益モデルにはリスクが走る。セクション5、トレーニングと推論の違い。ここで重要なのは、トレーニングと推論の区別だ。トレーニングは設計、莫大な計算資源を使う。推論は製造。ユーザーからのクエリに応答する過程で繰り返し何百万回も行われる。AI 企業はトレーニングに金を使い、推論で稼ぐ。だが、多くのスタートアップは推論コストが収益を上回り、VC マネーを燃やしている。セクション6、決算の前に買うべきか。さて、本題だ。まずは短期トレード視点。決算勝負はリスクが高い。高決算はすでに株価に織り込まれており、EPS や売上をクリアしても、高決算が出た後でも株価が一時的に下落する現象であるポスト決算プラバクが起きる可能性は大きい。オプション市場が織り込む 6% のボラティリティはどう見るか。ここに勝負するならリスクマネジメントが必須。では、長期投資視点はどうか。AI インフラ事業は継続。NVIDIA の収益版は堅固。
キャッシュフロー圧倒的、顧客のキャペックスも拡大、中国リスクを織り込んでもなお、派遣は続く。したがって長期面線では決算前後の数%の動きはノイズに過ぎず、惜しい目は拾うという発想が論理的だ。セクション7、結論。NVIDIA は決算前に買うべきか。答えはこうだ。短期筋なら慎重に。決算勝負はギャンブルに近い。高決算はすでに株価に織り込まれている。長期投資家なら恐れるな。下落はむしろチャンス。ジェンセンファン CEO が決算でどんな新しい人手を見せるか。中国戦略、キャッシュ活用、ルビンやブラックウェルの進捗。その言葉次第で株価は上下する。君はどうする？決算前にかけるか、それとも待つか。コメント欄で意見を聞かせてくれ。米国株の未来に栄光がれ。